自分が小学校5年生6年生の時の担任の先生で、今回お声掛けいただいて大井小学校に来させていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。こんな形で帰ってこれるとは本当にやばいっすね。もうあの時が多分もう一番バレーボール楽しい楽しい言ってた時やったと思うんで、5年生6年生の時がどんな感じでした？勉強してる記憶はないです。やってたでしょ。勉強はそつなくこなす。さつなく。でも宿題はちゃんとやってました。もちろんちゃんとやる。自分の好きなことを見つけてここまでやってすごいな。確かに勉強の方では全然目立ってなかったですね。宿題はちゃんとやってましたよね。ちゃんとメモ取って、授業中は絶対寝えへんし、それは小学生基本寝ない。寝えへんか。先生に怒られた記憶もそんなにない気がする。その5、6年生の時間がもうめっちゃ楽しかったんで、そう言ってもらったのもすごく嬉しい。その時一生懸命笑うっていう感じで先生が学級目標をそうして、だからそこから自分ほんまに笑うっていう感じほんまに好きなんで、ちょっといろいろ使わせてなんか言われたら書くようにしてます。嬉しい。そこから実は来てるという感じで、ほんまにその名の通りなんか楽しいクラスやったし、楽しかった。ほんまに中間休みとか、朝とか気づいたらもう教室にはもういなかったですもんね。みんないないっていう感じで、なんかもう鬼ごっことかめっちゃやってましたよ。じゃあこの後みんなの前で喋らせていただけるということで、お願いします。よろしくお願いします。今日はお願いします。お願いします。お願いします。学校久しぶりかも。中入んのこれから体操服着てる。こんにちは。それでは、今日はみんなのために現役バレーボール選手の高橋瑠衣選手がお話に来てくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張する。皆さんこんにちは。こんにちは。バレーボールしてます高橋瑠衣です。今は25歳です。今日は皆さんの授業の時間をいただいて、お話しできるということで、自分の小学生の時の話とかバレーボールの話をできればいいかなと思ってます。せっかくなんでみんなと話しながらじゃないですけど、最後に質問もあるんですけど、普通に気になったりとかしたらじゃんじゃんみんなと話せたらなと思ってます。お願いします。まず自分のこと知ってたよっていう人、ランな。でも結構知ってくれてる。嬉しい。テレビで見た。ありがとう。バレーボール見いひんな。じゃあバレーボールやってるよっていう人。遊びでそんなにがっつりやってるよって、サッカーとか多いんか。サッカー野球か。なるほど。自分は自己紹介から言う2歳下に高橋蘭っていう弟がいて、多分そっちの方がみんな知ってくれてると思うけど、東京オリンピックとパリオリンピック2大会出場して、今自分サントリーサンバーズ大阪っていうチームでバレーボールをさせてもらってて、今シーズン一緒に兄弟で同じユニフォームを着て、国内日本のトップリーグを戦わせていただいて、リーグ戦で優勝することができました。あと天皇杯っていうトーナメントでも優勝して、兄弟で一応、日本一を取ったっていう感じでシーズンが今終わって今日来させていただいてます。自分は京都市内の方で、後ろにいる畑先生に自分が小学校5年生6年生の時に担任の先生というので今日お声掛けいただいて、今日ここに来させてもらってます。なので自分が小学校2年生の時にバレーボールに出会って、小学3年生の時からバレーボール始めて、もう一番バレーボールに楽しんでる時に先生が担任の先生だったっていう、今日はそれで来させていただいてます。何から話そうかな。小学校の時に自分がバレーボール始めたのは小学3年生で、2年生の時に栗原恵さんっていう選手を見てバレーボールを始めたいなっていうので始めたんだけど、バレーボールの話以外からすると、小学校1年生の時に、自分長男で弟の蘭と妹の3兄弟で、なんか最初に小学校に自分だけが行くってなって、学校に行くっていうのがめちゃめちゃしんどくて、学校に無理やりお母さんに連れて行かれてたけど、給食を食べるのがめちゃめちゃ嫌いでした最初。そういう子とかいるかな。なんか学校があんまり得意じゃないというか、別に手挙げなくてもいいけど、なんか勉強がめっちゃ嫌いとかっていうよりも給食を食べるっていうのがめちゃめちゃ嫌やって、給食大好きな子もいっぱいいると思うけど、自分は給食があんまり苦手で、好き嫌いももちろんあったんだけど、学校に行くのがすごい憂鬱で、みんなこの中にもいるかもしれないけど、日曜日の夜とかはもう地獄のような、次の日学校やみたいなのがめっちゃわかる。嫌やんな今日とかちょっと嫌やんな。月曜日やんな。金曜日の夜とかめっちゃ嬉しいな。学校終わるってなるやん。もうそれがもうめっちゃ嫌やって、もう朝ごはんとかも食べれへんぐらい精神的にストレスやったというか、学校に行くのがすごく辛かったのが小学1年生2年生ぐらいの
時の話です。でさっきも言ったように3年生の時にバレーボールに出会って、あ、バレーボールってこんなに楽しいんやっていう、自分が心の底からやりたいって思えることに3年生になって出会って、そこから徐々に学校に行くのが楽しくなったというか、土日になったらバレーボール習えるし、平日も学校の部活動とかでバレーボールしたりとかで、それでバレーボールが楽しくなったっていう経験があります。で5年生6年生の時に秦先生が担任の先生やって、もうそこで先生に出会ったこともすごい大きくて、バレーボールもより楽しくなったし、学校に行くのもすごく楽しくなりました。今はこうやってバレーボール選手として活動しているんですけど、最初からずっとバレーボールが強かったっていうわけじゃなくて、いろんなことがあって今につながっているのかなって感じています。一つはまずそこかな。一個聞こうかな。じゃあ今なりたいことがあるよっていう人、おーい、あ、言える人。はい。になりたい。サッカー選手。サッカー選手。サッカー選手と、あとマラソンのやつ出てみたい。走るのも好きなんや。いいね。あと何 NBA 選手。おー、バスケ。プロゲーマー。最後にしようか。プロゲーマー。プロゲーマー。すごい。プロゲーマー。俺がすごいな。俺が小学生の時プロゲーマーは多分なかった気がするけど、すごい。やっぱスポーツ選手が多いんかな。別に全然、スポーツ選手が全てじゃなくて、それ以外にもみんないろんなこういう風になりたいなとか思ってたりとか、逆に今はもうもうなりたいものが全然ないっていう、将来のことそんなに考えれてないっていう子もいると思うんやけど、全然その夢を持つことがもちろん素晴らしいけど、別にそれがなかっても全然大丈夫というか、まだみんなこれから中学生高校生大学生とかってなっていくにあたって、絶対なりたいこととかこういうことに興味があるなっていうことはいろいろ感じてくると思うので、今みんなが言ってくれた夢っていうのは本当に素晴らしいことやし、逆に自分が小学生の時そっち側に座ってたら本当に手挙げてバレーボール選手って絶対言ってたし、弟のランも言ってたから、そうやってみんなが自分の口に出して、別にここで言わなくてもお父さんお母さんに言うとか、学校の先生に話してみるとか、自分のなりたいことやりたいことやってみたいことを口に出して言うっていうことは一つめちゃめちゃ大事なことなので、ぜひそれは今日覚えておくというか、自分はそれがたまたまバレーボールだっただけで、みんながその描いてる夢っていうのはNBA 選手って言ってくれたけど、バスケ選手とかにも絶対ここからなれる選手が絶対いると思うので、自分を信じるっていうことはまず一番大事かなと思います。はい、じゃあ逆に、自分は小学校からずっともう今25歳やけど、もう十何年ってずっとバレーボールをやってきて、もう全部がこの間の大会でも優勝したりとか、全国大会に出たりとか、選抜に選ばれたりとか、そういうこととかも嬉しいこともあったんだけど、それ以外にもテレビに出てない部分でしんどい部分とかっていうのは結構多くて、それは一つがさっき話した、学校にあんまり行きたくなかったとか、そういう辛い経験もあったし、試合に勝てない経験だったりとか、やっぱり高校生大学生とかになってくるとどんどん上手い選手が周りにいたりとか、そういった、みんなもこれから上下関係とかスポーツ界はそういうのが多くあるので、そういうのはみんながやっぱりさっきも話したこれになりたいっていう、自分やったらバレー選手になりたいって思ってそこに頑張るためには、辛いこととか嫌なこととかは絶対に逃げれない道だと思うので、楽しいことだけやってれば、プロゲーマーとかにも絶対なれないし、最近だったらみんな YouTube とかみんな見てると思うけど、 YouTuber とかもすごい大変な思いをしてる方もたくさんいると思うので、そういったみんなが叶えたい夢の先にはやっぱり地道な努力だったりとか、自分がこうなりたいっていうのがすごく大事かなと思います。あと、バレーボールとかでスポーツの話でするなら、今言った野球選手とかバスケ選手とか、ちょっと憧れてる選手とかいると思うから、そういった上手い選手のを見て学ぶっていうのは小学生中学生のうちが一番得られるものだと思うので、しっかり上手い人のを見て真似して失敗して、自分も小学生の時は普通にアタックとか空振ったりとかサーブ空振ったりとか、最初の方はそういう風にミスしてやっぱり上手くなっていくものなので、やっぱりいろんな職業あると思うけど、自分がなりたいものとかの上手い人、プロの人のプレーを見る、生で見てテレビで見て、今やったらもう YouTube とかでも見れるから、そういうのをどんどん見て学んでほしいなと思います。小学生の1日どんぐらいの時間練習してましたか？
土曜日日曜日はもう一日中やってたかな。クラブチームに入ってたから朝から晩までやってる時とか、試合もしょっちゅう出てたから土日はほぼしてて、平日の学校終わってからは帰ったらまず宿題全部終わらせて弟のラン連れて公園行って鉄棒とかをネットにしてバレーボールして公園でひたすら、もうゲームとかはほとんどしてないからずっとバレーボールしてました。ミスが多かったり、そのスポーツをミスりすぎてやめたいみたいな思った時に自分を元気づけるためにどういうことが？めっちゃいい質問や何かやってる？サッカーか。確かにミスしたら落ち込んでしまう。さっき言ったみたいに多分どんなにすごい選手でもミスしてないと絶対うまくはならないから、多分、今だったら試合の映像とかさ、お父さんお母さん撮ってくれたりとかさ、そういう自分がミスしたやつとか自分が成功したやつ、自分は小学生の時はめっちゃ見て、もうちょっとこうした方がいいんかなとかっていう風に考えてやったけど、でもこんなプロ選手でもミスは絶対することだから、ミスが悪い、いいプレーがめっちゃいいっていうわけではなくて、ミスして負けた時の方が学ぶものとかも多かったりするから、ミスするのは全然悪くないけど、落ち込んでしまうのはめっちゃわかるんだけど、落ち込んでしまった時に自分とか、ランの場合だったらもう落ち込んでる暇がない、時間がない、もう落ち込んでても次の日とかの試合は絶対来るし、1週間後2週間後の試合とか練習とかがあるわけで、その練習に1本のミスでシュンってなっちゃってたらどんどん悪い方向に考えちゃうから難しいけど、やっぱりいっぱいミスしていっぱい成功して、その分絶対さ、いいシュート決めれる時とか絶対あるやん。そういうのをしっかりイメージしてやればいいかなと思います。はい、上手くなるためにどういう練習を出したか？難しいね。小学生の時は逆に京都でやってたけど、京都で勝ったことがない、1位を取ったことがないです。バレーボールは小学生21点で1セット終わるんだけど、21対0で負けたこともあるぐらい小学生の時は全然強くなかったし、弟のランも身長がめちゃめちゃ小さくて、そんなに京都で優勝とか1位2位とかっていうのはなったことがないので、小学校はやっぱり自分が今やってる競技を楽しんでやるっていうのが一番かなと思います。はい。試合に負けた時とかどうやって立ち直るんですか？難しいね。小学生中学生の時は自分の場合はもうバレーボールが楽しかったから、バレーボールが負けても勝ってもそんなに変わらなかった。で負けたとしても今日のプレー良かったなっていうので割と満足してたから、勝ったとしても自分のプレーがあんまり良くなかったら、なんか今日は勝ったけどあんまりやったなみたいな感じだったから、なんかそんなに小学校とかはアスリートとしていいのか分からんけど、勝ち負けにそんなにこだわってないというか、今社会人になったらやっぱり勝たないといけないから、負けた時はもうさっきも言ったようにすぐ切り替える。次の日にこの負けてしまったことはもうどう頑張っても変わらないから、この負けから明日の試合をどうしようかなっていうふうに考えてます。はい、ありがとう。はい。上手くなるためには練習以外にすることってありますか？確かにその話めっちゃいい質問やね。自分だったらバレーボールが上手いだけでは絶対にプロにはなれません。それは自分の中で言い切れることで、今だったら先生の話言うこと聞くとか、お父さんお母さんの言うことを聞くとか、そういったことができる子がプロになっていってるのかなっていうのは自分は感じてます。それなんか自分のことをしっかり自分でやって、自分のことは自分で考えるっていう風な人たちの方がプロの選手になっていっているのかなと思います。はい、大人になって何回ぐらい負けたことありますか？何回ぐらい？結構あるよ。結構ある。でもやっぱり勝った回数よりも負けた回数の方が全然多いと思う。やっぱりどんなにすごい選手でも絶対に負けてるから、負けが決して悪いわけではないと思います。はい。自分の応援歌とか歌ってくれはった時ってどう思いますか？めっちゃ嬉しい。自分のことを応援してくださるファンの方とかもいて、やっぱりそれっていうのは自分が小学生からずっと積み上げてきて頑張ってきたから、そのバレーボールのプレーを見て応援してくれてるファンの方々がいるから、いいプレーしてさ応援してくれる人が多ければ多いほど嬉しいやんか。と同時に応援をいっぱいしてくださってたらもっと頑張らないといけないなっていう、そんな感じ。すごいね、みんな質問がすごい。ポジションみたいなのは何ですか？
ポジションはアタック打つ人です。アウトサイドヒッターっていうポジションでやってます。スポーツはバレー以外でやりたいことはあったんですか？バレー以外には水泳とかちょっとバレー始める前はやってたけど、名前もルイっていう名前なんで野球のルイっていう盗塁とかのルイやから、お父さんが野球やってたからまあ野球やるかなっていう感じだったけど、バレー以外のスポーツは水泳をちょっとやってたぐらいでほとんどやらずにバレーボールを一筋でやってます。自分は一筋でずっとバレーボールやってきてたけど、例えばサッカーやってて中学生でバレーやって高校でテニスとかやっても全然いいというか、その小学校からずっとやってる人が全員プロっていうわけじゃなくて、自分の周りにも高校生から始めてプロになった選手もいるぐらいだから、小学生から始めないといけないっていうわけではないと思います。怪我とかして試合ができなかった時ってどんな気持ちだったの？自分も膝の怪我と腰の怪我をして手術2回したことがあって、バレーボール選手はその捻挫とかが多いんやけど、怪我した時は正直めっちゃ落ち込むというか、毎日できてたことが急にできなくなるから結構テンションは下がるけど、今思えば大きな怪我はしないに越したことはないけど、怪我をすると自分がやってたことをお客さんとして見てるから、一歩下がって見ることができるから、怪我終わったらもうちょっとこうしてみようっていう、ある意味怪我したことによって気づけることがあるかなっていうのは思うけど、小学生中学生でも難しいとは思うけど、怪我しないに越したことはないけど。自分の気持ちを落ち着かせるためにはどういうことをしたらいいですか？という時にってなるの？例えばなんか腹立つこと、なんかの勝負に負けた時、相手に煽られた時ってなんかもう負けた時とか、さっきも言った勝ってもプレーが良くなかった時とかは公園とかで練習したりとか、ひたすら練習をしてたけど、自分は小学生の時はその練習するっていうのがめちゃめちゃ楽しかったから、それがしんどいとか辛いとか相手とかに何を言われても、自分はバレーボールが好きだったから、別にそれ言われてもどうでもよかったっていうかそれよりも練習すんぞって言って一緒に公園とか体育館で練習してたし、今みんな6年生で、自分が6年生の時も小学校でバレーボールやってて、勝つために自分が練習メニュー考えて6年生の友達みんなと一緒にやってて、逆に先生があんまりバレーボールを知らなかったから、バレーをもう自分でメニュー考えてみんなにこれ練習しようとかっていう風にしてやってたりしてたんで、その時今思えばそれはちょっとなかなか難しいことかもしれんけど、自分はそれが楽しかったんで、自分が楽しいって思えるように頑張ってくれたらなって思います。はい、そしたら、お話は一旦ここで終わりにいただいて、この後ちょっと次は体育館に場所を移動して、せっかくの現役の選手なのでいろんなプレーを見せていただけたらな。大丈夫です。いいですか？はい。みんな今日 YouTube 撮ってるんで、いやみんなの顔はあれですけど映らないけど、配信をお楽しみに。また後でチャンネル乱類。YouTube 見てくれてる人いる？お、いた。ありがとう。見てくれてる子いるやん。嬉しい。一番嬉しいかも。めっちゃ嬉しい。結構いた。ラン類チャンネル知ってくれてる子。やった。嬉しい。ありがたいね。今の生活の話とかもしてもよかった。でも喋りすぎてもやっぱさ、小学生眠たなるやん。可愛らしい未来ある子供たちに。でもこんなゆっくり話したのは初めてなんで嬉しいです。いただけるのお、うまい。なんか見せれるやつ。